こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、チャンネル登録やコメントなどお待ちしています。今日は貯金額より先に人生に必要な金額を決めてくださいというテーマでお話ししていきます。貯金100万円を作りたい。30歳までに500万円を貯めたい。老後のために2000万円必要らしい。できれば資産3000万円を作ってファイヤーしたい。お金について考え始めると、僕たちはすぐに貯金額の目標を決めようとします。もちろん、目標を持つこと自体は悪くありません。しかし、何のためにその金額が必要なのかを説明できないまま、とりあえず100万円、500万円、2000万円と数字だけを追いかけても、お金の不安はなかなか消えません。なぜなら、自分の人生にいくら必要なのか分かっていない限り、どれだけ貯めてもそれで十分なのか判断できないからです。貯金が10万円なら100万円あれば安心できると思います。100万円貯まると今度は300万円ないと不安になります。300万円貯まると1000万円持っている人が目に入ります。1000万円貯まっても老後や病気や物価上昇を考えればまだ足りないように感じます。必要な金額を決めずに貯金を始めることはゴールのないマラソンを走ることに似ています。どこまで走れば終わるのかわからないので、走っても走っても安心できません。そこで今回は、貯金額を決める前に、自分の人生に必要な金額を考える方法を5つのステップに分けてお話しします。この5つを順番に考えると、自分は月にいくらあれば暮らせるのか、どのくらい働けばいいのか、何ヶ月分の貯金が必要なのか、そして何のためにお金を貯めるのか、その輪郭が少しずつ見えてきます。ただし、最初にお伝えしておくと、人生に必要な金額を一度計算すれば、将来のお金がすべて正確にわかるわけではありません。結婚、子育て、介護、病気、引っ越し、物価上昇などによって必要な金額は変わります。今回の目的は、人生に必要な総額を1円単位で当てることではありません。自分が守りたい暮らしの大きさを知り、今より少し具体的なゴールを持つことです。ステップ1は欲しいものではなく守りたい一日を決めることです。人生に必要な金額を考えてくださいと言われてもいきなり答えられる人は少ないと思います。老後まで考えれば何千万円も必要な気がします。家を買うならさらに大きなお金が必要です。旅行もしたい。趣味を楽しみたい。病気への備えも必要です。すべてを一度に考えると、必要な金額はどんどん膨らんでいきます。そこで、まず人生全体ではなく、自分が守りたい一日を考えます。何時に起きたいのか、一日に何時間働きたいのか、どんな場所で暮らしたいのか、誰と過ごしたいのか、どんな食事をしたいのか、仕事が終わった後、何をして過ごしたいのか、毎日でなくても月に何回くらい外食や旅行を楽しみたいのか、ここで考えるのは人から羨ましがられる理想の人生ではありません。自分が一日の終わりに今日はこれで十分だったと思える生活です。僕の場合なら朝に少し仕事をする。できれば午前中、遅くても14時頃までにその日の大きな仕事を終える。その後はカフェへ行ったり、本を読んだり、文章を書いたり、動画を作ったりする。静かな家でパートナーと穏やかに暮らす。毎日豪華な食事でなくてもいいけれど、食べたいものを極端に我慢しない。たまには外食をして、時々旅行へ行く。体調が悪い日は無理に働かずに休む。これが僕の守りたい一日です。高級車やブランド服や大きな家が絶対に欲しいわけではありません。僕にとって重要なのは、長時間働かなくても生活が続き、自分で時間の使い方を決められることです。もちろん、これは僕の答えなので、
皆さんが同じである必要はありません。仕事に打ち込みたい人もいると思います。都会の便利な場所に住みたい人もいます。年に何度も海外旅行をしたい人もいます。子供にできるだけ多くの経験をさせたい人もいます。どれも間違いではありません。大切なのは自分の一日を自分の言葉で決めることです。ここが曖昧なままだと他人が欲しがっているものまで自分に必要な気がしてきます。広い家、新しい車、高い服、最新のスマートフォン、豪華な旅行、高い年収、それらが本当に欲しいのか、それとも社会から魅力的だと教えられただけなのか、自分でもわからなくなります。だから最初に物ではなく時間の使い方から考えます。あなたはどんな一日ならこれ以上なくても十分だと思えるでしょうか？この問いへの答えが人生に必要な金額を決める最初の材料になります。ステップ2は守りたい一日を1ヶ月の生活費へ変換することです。理想の一日が見えてきたら、それを1ヶ月続けるためにいくら必要なのかを計算します。ここで初めて具体的なお金の話になります。まずは家賃です。どの地域でどのくらいの広さの家に住みたいのか、一人暮らしなのか、パートナーや家族と暮らすのか、駅に近い方がいいのか、少し離れても静かな場所がいいのか。次に食費です。基本は自炊なのか、外食を月に何回したいのか、食事は安さを優先するのか、健康や手軽さにもお金を使いたいのか、さらに水道光熱費、通信費、日用品、医療費、交通費、服、美容、趣味、交際費などを考えます。忘れやすいのが毎月ではない支出です。家電の買い替え、冠婚葬祭、引っ越し、旅行、車検、税金、年払いのサービス、こういった支出も1年間で必要になりそうな金額を計算して12ヶ月で割ります。例えば、毎月の通常生活費が12万円でも、年間24万円の特別費が必要なら、実際に必要な金額は月平均14万円です。この計算をすると、自分にとっての普通に暮らせる金額が見えてきます。月11万円なのか、15万円なのか、20万円なのか、家族で暮らすなら30万円以上必要かもしれません。ここで大切なのは、なるべく安い金額を出すことではありません。守りたい暮らしを無理なく続けられる金額を出すことです。食費を極端に削り、病院にも行かず、娯楽もすべて捨てれば、生活費は小さくできるかもしれません。しかし、それでは長く続きません。逆に、念のためという理由で全てを大きく見積もると、必要な収入も膨らみます。僕なら、なくても困らないものは外します。一方で、これがないと生活の満足度が大きく下がるものは残します。僕にとっては、家で仕事ができる環境や文章を書くための道具は必要です。カフェへ行くお金も全て削りたいとは思いません。たまの外食や旅行も残したいです。節約とは全てを安くすることではありません。自分が守りたい生活に必要なものを残し、関係のない支出を外すことです。1ヶ月の必要額が分かれば、年収や貯金の数字を自分の暮らしと結びつけて考えられるようになります。月15万円必要なら、年間生活費は180万円です。月20万円なら年間240万円です。ここまで来て、ようやく自分が1年間暮らすために必要な金額が見えてきます。ステップ3は、その暮らしに入らない支出を捨てることです。必要な生活費が見えてきたら、現在の支出と比較します。例えば、守りたい暮らしには月15万円あれば十分なのに、現在は月22万円使っているとします。この場合、毎月7万円が理想の暮らしとは関係のないところへ流れている可能性があります。もちろん、現在しかできない経験や家族のための支出もあります。すべてが無駄というわけではありません。ただ、なんとなく続けている支出はないかを確認します。周囲に合わせて参加している飲み会、ほとんど着ていない服、火星で契約しているサブスク、
見栄のために維持している車、使っていない部屋の家賃、便利そうだと思って買ったけれど、生活をほとんど変えていない家電、自分の守りたい一日の中に存在しないものへ毎月お金を払っていないかを見ます。ここで欲しいものを我慢する必要はありません。そもそも自分の人生に必要のないものを買わなくするだけです。僕は私服をほぼ制服化しています。全身をユニクロの黒で揃え、同じ服を繰り返し着ています。これは1円でも副題を削りたいからではありません。僕が守りたい一日の中で毎朝服を選んだり、流行に合わせて買い替えたりすることの優先順位が低いからです。反対に文章を書く環境や家で快適に過ごすためのものにはお金を使います。自分の合格ラインがわかると、お金を使うことへの迷いが減ります。必要なものには使う。関係のないものには使わない。節約するべきか悩む回数そのものが減ります。貯金できない人は意志が弱いとは限りません。何を残して何を捨てればいいのか、基準が決まっていないだけかもしれません。基準がないと目の前に魅力的なものが現れるたびに買う理由を探してしまいます。でも自分が守りたい暮らしが決まっていれば、その商品が自分の人生に必要なのかを判断できます。お金が貯まる人は全ての欲を我慢できる人ではありません。自分に必要のない豊かさを見分けられる人です。ステップ4は、貯金額を休める期間で決めることです。ここまで来てようやく貯金目標を考えます。多くの人は100万円や1000万円など、切りのいい数字を目標にします。しかし、同じ100万円でもその意味は人によって違います。生活費が月10万円の人にとって100万円は10ヶ月分の生活費です。生活費が月25万円の人にとっては4ヶ月分です。だから貯金額だけを見るのではなく、自分の暮らしを何ヶ月守れるのかで考えます。まずは1ヶ月分。次に3ヶ月分。その次に半年分。より安心したいなら1年分。このように段階を分けます。月15万円で暮らす人なら1ヶ月分は15万円です。3ヶ月分なら45万円。半年分なら90万円。1年分なら180万円です。この金額ならなぜ必要なのかを説明できます。仕事を失っても1ヶ月は暮らせる。体調を崩しても3ヶ月は休める。嫌な職場を辞めても半年は次の道を考えられる。収入が一時的に途切れても1年は今の生活を守れる。貯金はただ口座に置いておく数字ではありません。働けない期間や働きたくない期間にも自分の暮らしを守ってくれる時間です。この考え方をすると、最初から1000万円を目指す必要はなくなります。貯金ゼロならまず1ヶ月分を目指せばいいです。1ヶ月分できたら3ヶ月分を目指す。半年分まで作れたら以前よりかなり選択肢が増えます。もちろん将来の大きな支出や老後資金は別に準備する必要があります。ただ、最初の貯金目標としては、自分の生活を何ヶ月守りたいのかを決める方が現実的で意味があります。貯金100万円という数字だけを目指すより、半年間休めるお金を作ると考えた方が貯める理由もはっきりします。ステップ5は、必要な金額から働く量を逆算することです。ここがこの動画で最も重要な部分かもしれません。人生に必要な金額がわかると、貯金だけではなく、働き方も変わります。例えば、毎月の必要額が15万円だとします。税金や社会保険、特別費なども考える必要はありますが、少なくとも月30万円なければ人生が成立しないわけではないとわかります。月15万円を安定して作れるなら、今の暮らしは守れます。月20万円あれば、毎月5万円を貯金や投資へ回せます。月30万円あれば、さらに選択肢が増えます。一方で、月15万円で十分だとわからないまま働いていると、収入は多ければ多いほどいいと思ってしまいます。昇進する。残業する。休日も仕事をする。副業を増やす。もっと売り上げを伸ばす。
そして収入が増えた分だけ生活水準も上がっていきます。仕事は減らず、支出も減らず、お金の不安も消えません。必要な金額を知るということは、これ以上働かなくてもいい境界線を知ることです。もちろん、仕事が好きなら必要額を超えて働いても構いません。資産を増やしたいなら余分に稼ぐのもいいと思います。ただ、それは生きるために強制される労働ではなく、自分で選んだ労働になります。僕が生活費月11万円で暮らしていることの一番大きな意味は、節約自慢ができることではありません。生きるために必要な収入が小さくなることです。必要な収入が小さければ仕事を選べます。長時間労働を避けられます。収入が少し落ちてもすぐには生活が崩れません。体調が悪ければ休めます。やってみたい仕事へ挑戦する余裕も生まれます。ただし、生活費を下げること自体が目的ではありません。自分が守りたい暮らしを維持できる範囲で小さくすることが重要です。月10万円で暮らせても毎日辛いなら意味がありません。月20万円必要でもその生活が自分にとって大切なら月20万円を作る方法を考えればいいです。重要なのは世間の平均ではありません。あなたの人生に実際いくら必要なのかです。ここまでの5つのステップをもう一度まとめます。ステップ1は欲しいものではなく守りたい一日を決めることです。何時に起き、何時間働き、誰と過ごし、どのように一日を終えたいのかを考えます。ステップ2はその一日を1ヶ月続けるための生活費を計算することです。家賃や食費だけではなく、趣味や特別費も含めて無理なく続けられる金額を出します。ステップ3は、その暮らしに入らない支出を捨てることです。欲しいものを我慢するのではなく、自分の人生に関係のない支出を減らします。ステップ4は、貯金額を休める期間で決めることです。まず1ヶ月分、次に3ヶ月分、その次に半年分と段階的に生活防衛資金を作ります。ステップ5は、必要な金額から働く量を逆算することです。毎月いくらあれば暮らせるのかが分かれば、どのくらい働く必要があるのかも見えてきます。貯金できないと悩んでいる人は、節約の方法を知らないわけではないと思います。格安SIMに変える、サブスクを解約する、自炊する、無駄な買い物を減らす。多くの人はすでに知っています。それでも続かないのは、何のためにお金を残すのかが見えていないからかもしれません。ただ、口座の数字を増やすために、今日の楽しみを我慢するのは難しいです。でも、半年後に嫌な仕事を辞められる。体調が悪い時に3ヶ月休める。1日2時間だけ働く生活へ近づける。家族と過ごす時間を増やせる。自分が守りたい暮らしと貯金がつながれば、お金を残す意味が変わります。貯金は未来の自分へ渡す自由時間です。1万円貯めるたびに働かなくても暮らせる時間が少し増えます。10万円貯めれば急な出費に対する恐怖が少し減ります。半年分の生活費があれば嫌な仕事を今すぐ辞めないとしてもいつでも辞められるという選択肢を持てます。お金の価値は何かを変えることだけではありません。買わなくても使わなくても持っているだけで断れるものが増えます。嫌な仕事、無理な残業、自分に合わない人間関係、焦って決める転職、お金がないことを理由に諦める休養、貯金額を決める前にどんな暮らしを守りたいのかを考えてください。その暮らしは月にいくらあれば続くのか、何ヶ月守れるお金があれば少し安心できるのか、そこまでわかれば、あなたが最初に目指すべき貯金額は他人の100万円や2000万円ではなくなります。自分の人生から逆算した自分だけの金額になります。そしてもしかすると計算してみた結果、あなたが幸せに暮らすために必要なお金は想像していたより小さいかもしれません。大きな年収がなくてもいい。豪華な家がなくてもいい。完全ファイヤーできなくてもいい。自分が守りたい一日が続き、少し休める現金があり、自分で働き方を選べる。それだけで十分だと気づく人もいると思います。
必要な金額がわからないままお金を追いかけると、人生はずっと不足しているように見えます。でも、自分にとっての十分を決めれば、今あるものの中にもすでに生活を変える材料があると気づけます。ということで今回は、貯金額より先に人生に必要な金額を決めてくださいというテーマでお話ししました。今日、いきなり老後までの人生設計を完成させる必要はありません。まずは自分が守りたい一日を一つ考えてみてください。その一日を1ヶ月続けるにはいくら必要なのか、そして何ヶ月分の生活費があれば今より少し安心できるのか、そこから始めれば十分です。貯金のゴールは大きな数字を作ることではありません。自分が大切にしたい暮らしを簡単には失わない状態を作ることです。このラジオが少しでも参考になった方は、チャンネル登録や高評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。また、僕の著書やノートなどは概要欄にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ミニマリスト田中でした。バイバイ。